皆さんこんにちは、みきです。私は計画無痛分娩で入院した次の日にまさかの緊急帝王切開になり、1日 MFICU で過ごしました。2日目に MFICU から一般病棟へ移動することができたのですが、2日目は立つと吐き気がしてしまって歩くことができなかったので、1日ベッドの上で過ごしました。お腹の傷は痛みましたが、体を左右に動かすことができるようになりました。赤ちゃんは3時間ごとにお部屋を訪問してくれて、授乳もすることができました。この日は授乳って楽しいななんて思っていたんですけど、慣れない授乳で乳首に負担がかかってしまって、乳首に血まめや白斑ができて2ヶ月間悩まされることになります。妊娠中から乳首をマッサージするといいよって助産師さんにアドバイスされていたんですけど、乳首マッサージなんてしたことがなかったし、実際やってみたら痛くてあんまりしなかったんですよ。もし万が一また妊娠できたら、今妊娠中の方にも絶対おすすめしたいのが搾乳機を使った乳首マッサージです。もちろん手でしてもいいけど、私みたいに乳首をつまんだら痛いっても感じる人は搾乳機をぜひ使ってみてください。これを当時知っていたら、私も絶対搾乳機でマッサージしてたし、お乳の出方も痛みも変わってたんじゃないかなって思います。電動と手動、私は両方持ってますが、妊娠中の乳首マッサージには手動がおすすめです。手動だと手加減もできるし、自分のペースでできるから。手動はとっても手が疲れるけど、私の場合は出産後搾乳した時は電動よりも手動の方がたくさん絞れました。特に最初の2ヶ月は血まめや白斑ができて、毎回の授乳が泣きそうになるほど痛かったので、3回に1回は搾乳機を使って乳首を休ませながら授乳していました。新生児は3時間おきに授乳が必要って言うじゃないですか。3時間もあるならその間に寝れるって思ってたんですけど、授乳してすぐに赤ちゃんが寝ない時もあるし、何よりも可愛すぎて寝顔をずっと見ちゃったり、写真を一緒に撮ったりして過ごしてると、あっという間に次の授乳時間が来て寝そびれるっていう悪循環に陥り、睡眠不足で夫に常にイラついてました。用意していた入院グッズは緊急帝王切開になってほとんど使うことはありませんでした。特に緊急帝王切開の場合は全身麻酔なので次の日も管につながれていて、体もそんなに元気ではないので必要最低限のもので十分でしたが、これはあってよかったって思ったものをここでご紹介したいと思います。落ちない S 字フック、ベッドの柵に引っ掛けて筆記用具やメガネ、髪留めなどを入れたトートバッグを吊るしていました。 USB 付き電源タップ、自宅でも使いたいので上からでも横からでもさせるタイプ。洗面用具とポーチ、お部屋は個室でしたがシャワーが共有だったので、洗面用具やタオル、下着などを入れるポーチはあってよかったです。カロリーメイト、薬のせいか麻酔のせいかわからないんですけど、全がゆなどの優しいお食事にも吐き気がしてしまって食事が全く取れなかったんですね。でもお腹は空いてるんですよ。そこでおやつとして持ってきていたカロリーメイトを食べてみたら全く吐き気がしなかったので、夫に追加で5箱お願いしました。寝たまま飲めるストロー、これは分娩時に必要かなと思って用意していたものですが、退院までずっと使いました。ペットボトルの蓋をいちいち開けたり閉めたりしなくてもいいので、便利すぎて自宅に戻ってからも使ってました。思い出す限りこの5点さえあればすべて産院が用意してくれたもので大丈夫でした。おしめやお尻拭き、ウェットティッシュとかもすべて産院が用意してくれていました。私のアメニティやパジャマなどはレンタルしました。インスタで三熟ナプキンやオロが続くから通常のナプキンも必要っていうのを見て用意していたんですけど、これらもすべて退院まで十分な数が用意されていました。持ち物に関しては産院にも確認して
タオルとかナプキンとか赤ちゃんのおむつとかかさばるものはキャリーオンスーツケースに入れて持っていきましたが、結局退院するまでスーツケースを開けることがなかったです。あとはパックとか自分の美容関連グッズも持っていきましたが、出産してからいきなり3時間おきの授乳が始まって眠気に勝てなくてパックしてる時間はありませんでした。この動画を作ってる今は生後もう半年なんですけど、今はもう夜中の授乳とかは慣れてしまって睡眠不足でフラフラになるってことがないんですよ。慣れってすごいですよね。リッチェルのお風呂マットは生後4ヶ月半まで使いました。腰のあたりにお湯がたまるので赤ちゃんもポカポカで気持ちよかったみたいです。ラブツリークッション、このクッションのカーブがちょうどいいのか、お昼寝はいつもこのクッションで寝返りするまで使ってました。首が座るまでは絵本の読み聞かせもこのクッションの上でした。ヌナバウンサー、手動なので 1,2 分で止まってしまうんですが、優しい横揺れとトイバーがお気に入りでした。大きくなったら椅子としても使えるので購入を決めました。今もこんな感じで楽しんでます。生後6ヶ月半にもなるとこんなことも起こりますスワドルを着用する前はモロ反射がひどくてすぐに目を覚ましていたんですけど、着用を始めてからはいつもぐっすりでした。スワドルにもいろんな種類がありますが、おーちゃんの場合は胎教のおかげもあっておしゃぶりで自分の気を落ち着かせたりできたので、指にアクセスできないと怒っちゃって途中からは手が出るタイプのスワドルに変えました。ドッカトット、もうこれ神ってくらい退院してからずっと使っています。初めての旅行でも持参しましたし、とにかくどこでも安心して寝かせられます。この狭さとクッションがちょうど良い硬さみたいで、いつもとは違う場所でも朝なかなか起きないくらい熟睡してくれました。折りたたみ式ベビーベッド、こんなやつなんですけど、サイドを開いて大人のベッドと高さを一律にすることができます。私たちはこのベビーベッドの中にドッカトットを入れて使ってました。これの前に1台折りたたみ式のを購入していたんですけど、ベッドがグラグラで安定性がなかったので返品してこれを見つけて購入しました。蚊帳メッシュにした理由は虫除け対策と、2ヶ月頃からお昼寝の時もお部屋を暗くしたかったけど、実家だから赤ちゃんの寝室を作れなくてお部屋を暗くすることができなかったんですね。で、この蚊帳の上にブランケットをかけることでベッドだけを暗くすることができて、サイドもメッシュなので通気性も問題なしでした。暗くできるお部屋を取ることができないお家におすすめです。電動鼻水吸引器、これも神、今から力説始まります。この容器に吸った鼻がたまるので、ここのチューブをキュッと外してこの容器を洗うだけで OK です。容器は蓋が外せて中も洗うことができます。洗ったらあとはチューブを差し込むだけ、めっちゃ簡単です。そしてこっちのノズルの部分、赤ちゃんのお鼻に入れる部分ですが、これも外すことができるので常に清潔に使えます。スーピーの付属のノズルは少し太めなので、このノズルは別途購入しました。新生児の時は使う頻度がそこまでないので手動と迷いましたが、手動だとなかなかスポッと吸引できなくて、これは気持ちがいいくらい一瞬で吸い取れるのと、本体がとってもスリムなので場所を取らないところが気に入ってます。生後6ヶ月半の今ではお風呂上がりは毎日使うので、本当に買ってよかった製品です。最後に産後の体調について話そうかな。帝王切開のお腹の痛みは退院する頃にはゆっくりなら歩いても痛みをほとんど感じないくらい回復しました。退院して2週間くらい経った時に膀胱炎になったんですよ。原因はオロみたいなんですけど、私の場合は産後の1ヶ月検診の時にまだ子宮内に軽く出血が見られたので、2ヶ月目もフォローアップ検診がありました。オロは3ヶ月ほど続きました。他には
最初の 1,2 ヶ月はよく夫にイラついてました。睡眠不足なのもあるけど、ホルモンバランスの乱れのせいか、普通だったら気にならないことに敏感になってしまって腹が立ったり悲しくなって夜中に一人で泣いたり、最初の 1,2 ヶ月は乳首が激痛だったので授乳の時間が短くなったりして、しっかり授乳してあげられなくて泣いてる私を見て、夫なりの優しさなのか、ミルクにしたらっていう言葉にまたパチンときたりして、ものすごく情緒不安定でした。骨盤の緩みは感じていましたが、骨盤矯正パンツのフックがお腹の傷に当たって履けなくって、それで放置していたら生後4ヶ月目くらいの時に痛くて歩けなくなって、速攻骨盤矯正を専門にする整骨院に駆け込みました。あとは産後はお腹を縫った溶ける糸がチクチク当たって抱っこひもをすることができませんでした。糸って数ヶ月溶けないんだそうです。痛みを感じなくなるまで4ヶ月ほどかかりました。あと、妊娠中にイボ痔になりました。出産したら手術かなって思っていたんですけど、産後はきれいにしぼんでどこかに行っちゃいました。全部話したかな。今日はこれでおしまい。